ちは、しおりです。最近引っ越したので、麹調味料が今何もないので、いつも使う麹調味料を仕込んでいきたいなというふうに思います。私はいつも生麹で麹調味料を作っているので、生麹を使って作っていきたいと思います。まずは瓶を煮沸消毒している間に麹をちょっとほぐしていきます。何にしようかな。一番簡単な醤油麹から作っていこうかな。醤油麹は適当です。醤油麹は麹に醤油を浸せばいいので、特にグラムを測ったりしないです。麹をこうやってバラバラにほぐすのは手でもスプーンでも、何でもほぐせればいいんだけど、手でほぐした方が自分の体に住み着いている常在菌、手についている常在菌が麹に移るので、自分の体に合った調味料が出来上がるから、私はいつも手でほぐしています。なんか手でほぐしてるとだんだんこうほぐれてくるのと同時に麹がちょっとふかふかしてくるような感覚があって、その経過を肌で感じられるのも何気に好きです。本当は夫も一緒に手でホロホロすると常在菌の種類が増えて、2人にとってより良い麹調味料ができると思うんですけど、なかなかやる機会はないので、だいたい私の常在菌が入った麹調味料をいつも取ってます。こんな感じでバラバラになったら OK。きれいにしてるので、これを麹がひたひたになるまで入れていきます。くらいかな。麹が浸るまで醤油を入れて、で最後にちょっとひと混ぜして、こんな感じで、あとは常温で発酵させていきます。醤油麹はこれで終わり。一番簡単な麹調味料です。はい、次。いつもの割合は 100g に対して塩 30g だけど、今日は倍量で作っていこう。塩が60。さっきみたいに今度は塩が入ってるので、塩と麹もしっかり混ざるように混ぜ合わせながらほぐします。塩も何でもいいけど、私は天然塩を使ってます。海の塩とか岩塩とか、あとブラックソルトでも作れるのかな。作ったことないけど、でも塩麹には変わりないと思うんで、
多分作れるはず。使う塩によって味も変わるので、いろんな塩で試してみるのもいいかもな。いい感じ。になったから OK。 次、最後玉ねぎ麹。玉ねぎ麹は塩麹の水分が玉ねぎになるだけなので、同じ要領で塩麹と同じ要領で作っていきます。何グラムぐらいあるんだろう。393グラム。どんぐらいにしよう。出なかった。塩麹の要領と同じ。玉ねぎ麹は 100g、 麹 100g に塩 30g の分量でやっていきます。よし。玉ねぎ麹は玉ねぎと塩だけなんだけど、本当にコンソメの素みたいな風味になってめちゃくちゃ美味しいので、洋風な味にしたい時とか結構使えます。これを作るようになってからコンソメ顆粒とかコンソメの素は本当に買わなくなりました。玉ねぎだけでも全然十分なんですけど、なんかもっとセロリとか、なんか確か人参とかかな、なんか他の野菜もいろいろすりおろして作るとより本格的なコンソメ味、コンソメ麹っていうのができるみたいなので、それも今度作ってみたいなと思いつつまだやってないです。よし、かな。ギリギリ。最後に仕込んだ火をマステに書いて貼り付けて終わり。今日は8月。OK。これいいかな。できた。蓋はもう乗せるだけにして常温発酵します。なんか密閉しちゃうと空気が入らないから発酵が進みにくいみたい。これで1日1回かき混ぜて発酵を促しながら、まあだいたい今暑いから 4,5 日ぐらいでできるんじゃないかなと
思います。楽しみ。炊飯器とかヨーグルトメーカーがあれば本当に8時間ぐらいでできちゃうだろうけど、私は持ってないのでいつも常温発酵で気長に発酵させてます。常温発酵だと出来上がるまで時間かかるんだけど、発酵するまでの過程を見るのが楽しかったり、甘い香りがしてきたりとか、ちょっとブクブク発酵してるのが見れたりとか、そういうのが面白かったりもするし、ゆっくり発酵させてる時間とか、そういう自分がちょっと好きなところもあったり、何でもいいんですけど、うちは今のところ常温発酵でいつも麹調味料を作ってます。麹調味料はなくても別にいいんですけど、これだけで味は決まるし簡単ですごく美味しいから、私はすごい欠かせない調味料になっちゃいました。一回作るともう美味しさに虜になっちゃうので、ぜひ作ったことない方は作ってみてください。今日は麹調味料を仕込んで2日目の様子をお届けしたいと思います。まず塩麹から。常温発酵させるときは1日1回こうやってかき混ぜてあげると空気に触れてより発酵が進みやすくなるので、しっかり発酵するともっとトロトロになるけど、まだ全然ですね。引き続きこのまま発酵させます。気持ち出しとこうかな。醤油麹もまだ全然。玉ねぎ麹、なんかちょっとピンクっぽい、ピンクベージュっぽい感じになってる。玉ねぎと麹が反応してピンクになったりベージュになったりすることがあるんだけど、それは全然問題ないので、このまま引き続き発酵させます。すごい、めっちゃブクブクしてる。すごい発酵してる。生きてます。白ネギ買ってきたので中華麹も仕込みます。だったかな。さっきのすりおろしを混ぜていこう。ちょっとできるかな。いきますように。だったかな。中華麹できた。結構甘い匂いになってきた。
昨日よりもちょっととろみがついてきた気がする。レモン甘い香りがしてきた。レモンだいぶとろみが出てきたかな。今回かなりベージュっぽい。昨日と全然香りが違う。ちょっとずつコンソメっぽくなってきてる。中華麹は昨日仕込んでるから2日目です。こんな感じです。ニンニクの香りがすごい際立ってる。だいぶ柔らかい。1日ぐらい置こうかな。めっちゃピンク。かなり柔らかくなってる。他の3つと比べると麹に芯が残ってる感じがする。3日目と4日目でした。今日で中華麹以外は5日目です。昨日でもだいぶ良かったけど、かなり麹も柔らかい。匂いもめちゃくちゃ甘い。麹も力入れなくても潰れてるから完成してます。醤油麹を使うとみりん味付けにいらないぐらい甘いのでおすすめ。普通に卵かけご飯にかけるのも美味しい。塩麹トロトロ、柔らかいです。麹の芯もない。塩の角も取れてるしいい感じ。めっちゃコンソメ。画面だけど結構とろみはあるぞ。やっぱりもうちょっと芯があるので寝かせます。この3つは冷蔵庫に保存して明日から使います。